おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。2月20日木曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。朝6時半から不定期でライブ配信をしています。今はこちらの付近を差し子していまして、その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し子をしながら、何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですので、お支度中のながらみなどご活用いただければと思います。はい。では早速始めていきます。糸がここから出ていますので、まずは反対の外枠まで向かっていきます。あと確認しますけれども、多分今日でこの、付近が差し終わるのではないかなと思います。おはようございます。よろしくお願いします。だいぶね進んでいきましたので、今日差し終わって、次の模様に入れるのではないかなと思っています。正確に言うと差し子部分が完成して、全部が完成するのはこの外枠をこの字閉じにして閉じたら完成になりますので、その周りのこの字閉じに関しては私の宿題とさせていただきまして、後日ね完成したらこのように完成しましたとお伝えしたいなと思います。おはようございます。よろしくお願いします。多分今ここ差し越しているところ、この列を反対の外枠まで行ったら差し子部分の差し子部分が全部差し終わるのではないかなと思います。おはようございます。
よろしくお願いします。はい、反対の外枠まで行きました。今、差し抜けがないかを確認しています。裏から見てみます。確認していますので少々お待ちください。はい、いいのではないかなと思います。裏でね、重ねて糸を切ろうと思います。おはようございます。よろしくお願いします。はい、糸を切ります。はい、お疲れ様でした。刺し子部分が刺し終わりました。まだ全部完成ではないんですけど、とりあえずはね、ここの一通り刺すことができました。また外枠を外枠というかこのね周りを
しっかりと仕上げましたら、改めて、そうですね、あと洗ってね、アイロンかけて落ち着かせて、線とかもね消えた状態でまた見ていただこうとは思いますけれども、一旦この刺し終わった段階での、刺し子付近を、アップで見ていただきますと、表から見るとこのような感じになっています。はい、ありがとうございます。はい、裏から見ていただきますとこのような感じになっています。ピンクの方が細かい感じで、あとは最後、ピンクを全部刺して、その後に黄色を刺すっていう流れでやっていて、黄色は裏から見ると針目の幅が広いですね。それがこう均等に糸が斜めで通っている感じになっています。だいぶですね、黄色がこう薄いというかですね、ピンクの方がより張り巡らされているので、ピンクの方が強いので、黄色がねなかなか見えにくいかとは思うんですけれども、実際に目で見てみますと、黄色い糸が張り目幅広く均等に斜めに入っている感じになっています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるべくね、ここでよくね、最後のこの周りを縫うっていうのを放置しがちっていうのがありますのでね、その辺をなるべく速やかにこの流れに乗って、やって、あと、しっかりねこのように完成しましたっていうご報告ができればいいなと思っています。はい、ご反応くださりありがとうございます。はい、ということで、まずはね今日刺し終わることができてよかったです。さて、では早速次の模様は予告させていただいていました。はい、こちらのホピーラホピーレさんの四つ葉のクローバーにしようと思っています。はい、ありがとうございます。はい、こちらが、四つ葉のクローバー、この感じですね。このような感じの模様になっています。これのね間隔、刺した期間を考えますとですね、3ヶ月くらいかかるのではないかなと思います。でそうなると今2月3、4、5、春ちょっと過ぎちゃうかな。なんとなく季節的に四つ葉のクローバーっていうイメージがありましたので、今回この模様にしようかなと思います。はい、こちらの模様もですね、まずは一目刺しになります。ホビーラホビレさんの、印刷されている刺し子布の一目刺しの模様になります。なんとなくそうやって最初から決めていたわけではないんですけれども、傾向として、このライブ配信では一目刺しを刺すことが多いです。私がそうですね、収録動画の方では模様を描いてそれを刺し子する。でそうなるとやっぱ模様刺しが多くなるんですよね。なのでなんとなくライブ配信ではこのような、なかなか私がやらない一目刺しをやりたいなっていうことですね。そういうふうに思って、淡々と一目刺しを進めています。で、縦横斜め、全てにこれも入っていますので、それなりに時間がかかりそうだなというのと、なんかより複雑そうだななんて思っていまして、実際に もちろん表から見るとこの線の通りの模様になるのですが、裏はまだ分かりませんので、裏がどのように糸が張り巡らされていくのかっていうのが非常に楽しみだなと思っています。で、四つ葉のクローバーですので、この見本ですと緑系の
グラデーションの糸っていう感じなんですけど、ちょっとさっきあんまりしっかり探せなかったっていうのもあったんですけど、ただやっぱり緑だなって思った時に、一番最初にこの糸がね思い浮かびましたので、もうシンプルにこの緑の単色で、はい、淡々とやっていこうかなと思っています。はい、で、まずは外枠になりますね。はい、ちょっとお待ちくださいね。何かの差し越していた時の残りの糸があって、これ外枠間に合うかなっていうのは測ってみたいなと思っています。でも短そうだな。なんでこれ切ってたのかはちょっと私思い出せません全然短い。全然短いですね。これは何かちょっと残ってしまったと、短く刺してる、抜けてるとこが短く残っているっていう時にこれ使いますね。これ全然短いので、はい、外枠をするにはだいぶ短い糸ですので、なぜか切ってあったんですけど、これはねまた別の機会に、使っていこうと思います。はい、ではまずはね外枠ですので、はい、ざっくり外枠間に合うかなっていうぐらいで糸を今切りました。はい、針に糸を通していきます。はい、ありがとうございます。ぜひ一緒にね刺し子していただけますと嬉しいです。はい、糸を通すことができました。はい、では外枠やっていきますね。一旦こちらは撤収いたします。はい、はい、反応くださりありがとうございます。ぜひ一緒によろしくお願いいたします。では始めていきます。
い、刺し始めてきましたので、あとはここから外枠を淡々とまっすぐやっていこうと思います。今日は多分外枠の途中で終わるのではないかなと思います。昨日はですね、日中刺し子の進み具合はさらしの下準備をやっていました。それは印刷されているものではなくて、ただただ10メートルのさらしの、正方形の布巾サイズに仕立てるっていうことでやっていました。もともと切ってるのがありましたので、それを縫い合わせる。で、その縫い合わせた布巾をアイロンをかけてですね、周りを整えていくという、そのあたりを昨日淡々とやっていまして、ある程度ストックができましたので、ヤフーフリマ出品してますので、そちらの在庫も復活しています。はい、そのあたりあんまりね途切れないようにできるだけ様子を見てね、さらしの下準備もやらなきゃななんて思っています。今日はですね、もしできれば動画の方の収録ですね、その辺に進みたいなと思っています。はい、今外枠、こちらはね、こちらの付近は外枠やってますけれども、案外このね外枠がね難しいのですよね。ポイントはやっぱりいかに窮屈にならないかっていうところかなと私は交差しながら思っていまして、しっかり意識しておかないと窮屈な針目になってしまい、窮屈な針目というのは、なんか糸がですね寄ってしまうっていう感じですかね。いかにねこうまっすぐにシュッとしたね布巾に仕上げられるかっていうことをね考えて意識して目指して刺し子をしていますが、その時に案外外枠がこうギュッとなりがちっていうのが傾向として私の場合はありますので、今まさにね刺しているこの外枠のところですね。そこのね糸の調子をしっかりとこの布と糸がに一体感がね出るようにその時に何を一番私は心がけるかっていうのは今やってるところですね。ちょうどね糸の引き加減ですね。まずこの糸を引く時にいかにいい塩梅でちょうどよく引けるかっていうのを意識しながら刺し子をしています。あと一回糸はやっぱ定期的にもちろん抜くんですけれども、抜いた後に、抜いた後に改めて針を入れる時ですね、その針を入れる位置が
ずれがちっていうのはもう傾向としてあるので、そこのところをいかにこうまっすぐ来ましたよっていう感じでね、見えるように気をつけて刺し子をしています。はい、では一旦ここで抜きますね。はい、まあ7時になりますので、この辺りにしようかなと思います。はい、ここの糸の引き加減ですね。この模様に限らず私はまず一気には引かない。一旦一呼吸置いて、ここから慎重に引きすぎないように引いていくっていう方法を沿っています。ここですね、ここのところが少しずつね、針目の加減を見ながら引いていきまして、あとはこうなじませるっていう感じですね。はい。この辺りももう練習あるのみですよね。あとはいかにこう安定したまっすぐな針目を保てるかっていうのはもうただただ練習あるのみですかね。はい。引き加減とかに関しては、こんな感じでいいんじゃないかなと思っています。あとはいかにね、こう、やっぱ近くで見るとね、なんとなく歪んでしまう、この針目のね、流れがこう安定的にこうピーッといくように、もっとね、できればいいなということは思っています。はい。では、今日はね、ここまでにしようかなと思います。丸シール貼っていきますね。はい。ありがとうございます。気をつけて行ってきてください。はい。アーカイブの方でよろしくお願いいたします。はい。では、今日刺し子できましたので、丸シールを貼っていこうと思います。ここですね。はい。あとは、八角寄せも昨日ね、やって、そっちのね、そうそうそう、刺し子部分に関しても、刺し終わったんですよね。なので、丸シールを貼りました。あと、さらしの下準備もね、やっていましたので、そこにも丸シールを貼っていこうと思います。はい。ありがとうございます。はい。さらしの下準備の方ですね。これを昨日やりましたので、ここにも貼っておきます。あとでね、ここにね、四つ葉のクローバー貼りましたので、その印を書いておこうかなと思います。はい。なので、こちら花の輪の方は、こちらのですね、こちらの付近は10月28日からやっていました。だから11月、12月
1月、2月、4ヶ月ですね。3ヶ月とちょいちょいっていう感じで、こちらを完成することができました。まずね、これがね、一段落できましたのでよかったです。で、もう気分を変えてですね、こちらの次は四つ葉のクローバーに入っていこうと思います。とにかくですね、一目指しどれにも言えることですけれども、まず最初の、横だったら横、縦だったら縦を淡々とやっていく、あの流れが非常に果てしないんですよね。だから最初が本当に長いなっていう感じなんですけど、縦横終わって斜めに入ってくるとある程度、ゴールは近いかなっていう感じですね。多分ね、こちらの模様を見てもそうなのではないかなとは思っています。斜めのね通る糸がやっぱ一番、パッと見て少ないですので、斜めに入ったらだいぶ早いんじゃないかなと思います。だからもう縦と横がだいぶ果てしなくで、斜めに入ったらゴールは近いぞみたいな風になるのではないかなと。縦横が最初ですよね。そう、縦横をやって、はい、もうこれね、そう私模様によっては縦をやってそのまま斜めにね、外枠のところで折り返す時に近いからそういう風にやってたりとかするんですけど、非常に複雑で難しそうなので、もうね迷わないように縦は縦、横は横みたいな風に方向を一方向に決めてやろうかなと、少なくとも今のところはそんな風に思っています。はい。そうですよね。コメントありがとうございます。うねうねしてしまったりとかもね、ありますよね。そのあたりが。常にね、練習、勉強みたいな感じで、私も刺し子を進めています。はい。なので、まず次回のライブ配信からはこちらの方を進めていきまして、外枠の方完成することができましたら、外枠縁のところのこの字とじですね。そしたらこちらの方を、ご報告、完成しましたのご報告は後ほど完成したらしたいなと思っています。はい。さて、今日は天気がいいですかね。外のね、こちらの私が住んでるところは青空がところどころ雲ありますけど、でもなんか青空っていう感じの天気が広がっています。はい、今日もライブ配信をご視聴くださりありがとうございます。ライブ配信の動画はこのまま公開状態にしています。アーカイブの方でもご視聴くださりありがとうございます。はい。今日はね、やっと完成して、そして次の模様に入れたというね、もう切り替えのライブ配信でございました。はい。まずは、先ほどの、花の輪が完成してほっとしています。はい。こちらもじっくりやっていこうと思いますので、その刺し子の経過を一緒に刺し子をしたり、ながら見したりしながら見守っていただけましたら嬉しいです。はい。ということで今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。